こんにちは。Xbox 専門 VTuber のたくみしーなです。今回は7月前半に新たにゲームパスに追加されるタイトルと7月15日をもって外れるタイトルをご紹介します。ぜひ最後まで見てね。アルティメットチキンハウス7月3日からゲームパスに対応します。Day1 タイトルではないのでゲームパススタンダードにも追加されます。可愛い動物たちがみんなで罠を仕掛け合って競争を行うはちゃめちゃパーティーゲーム。2017年に発売されたタイトルですが、今遊んでもすっごく楽しくて盛り上がる名作です。最初は何もない簡単なコースなんだけど、みんなで罠を仕掛けまくっていくうちに、どんどんカオスなステージになっていくのが面白いんですよね。ローカルでもオンラインでも最大4人での対戦が可能となっています。私個人的にかなり好きな作品なので、ゲームパス対応で盛り上がると嬉しいなと思います。アセント7月8日からゲームパスに対応します。Day1 タイトルではないので、ゲームパススタンダードにも追加されます。サイバーパンクな世界を舞台にした見下ろし視点のアクション RPG です。2023年7月をもってゲームパスから外れていましたが、2年ぶりに再び追加される形となりますね。本作は1人でもオンライン協力プレイで最大4人でも楽しむことができます。おいでませ南通りへ7月9日発売日初日からゲームパスに対応します。自分だけの街並みを作れる日本風の世界を舞台にしたカジュアルでのんびりとした経営シミュレーションゲーム。本作は住居を建てて住民を商店街に呼び込み、商品を販売してお金を稼いで商店街をどんどんと充実させていくといった内容になっています。お店で販売する商品を選んだり、レシピを調達することも可能とのことです。また、住民の満足度を上げたり、特定の施設を建てるなど、指示された目標をこなしていくミッションモードの他にも、自由に商店街を作ることができるサンドボックスモードも存在しているとのことです。タヌキ、めちゃくちゃ可愛いですね。トニーホークプロスケーター3+4、7月11日発売日初日からゲームパスに対応します。2001年と2002年にリリースされた2作のフルリメイク作品となります。今回のリメイクではオリジナル版の良さを隅々まで再現しつつ、新たなスケーターやトリックに新しい BGM を収録。さらに水を抜いた流れるプールが舞台のウォーターパークをはじめ、2つの新マップも追加されています。充実したキャリアモードも存在し、数々のチャレンジに挑んだり、ハイスコアを目指したりすることも可能。チャレンジをクリアすることでゲーム内マネーを獲得し、新たなアイテムや装備を入手することができます。また、マップを自由に滑ることができるフリースケートも収録しています。さらに今作はクロスプラットフォームのオンラインマルチプレイに対応し、最大8人のスケーターでのプレイにも対応。対戦を行うことも、フリースケートで自由に走行することも可能とのことです。ちなみにデラックスエディションとなる DLC を購入すると、Doom の Doom スレイヤーとレブナントが操作可能となり、Doom の BGM を聴きながらスケートを楽しむこともできるようになります。ハイオンライフ7月15日からゲームパスに対応します。Day1 タイトルではないので、ゲームパススタンダードにも追加されます。コミカルな喋る銃を武器に異星人と戦っていく FPS ゲームです。昨年6月にゲームパスから外れましたが、再び追加される形となりますね。キモ可愛い見た目の銃を武器にした戦闘と軽快なアクションが売りのタイトルですが、残念ながら日本語には対応していません。ただ全体を通してかなり完成度の高い作品でもあるので、英語でも大丈夫という方はぜひ最後まで遊んでみてほしいです。また7月2日からはメカブレイクが配信開始となります。未来の世界を舞台に SF メカを操縦して戦うメカアクションゲームですね。本作は基本プレイ無料のタイトルではありますが、ゲームパスアルティメット加入者は今作の特別な特典を入手することができます。もらえる特典はこちら。Xbox をモチーフにしたデザインのコスチュームやスキンとなっていますね。メカブレイクでは3対3や6対6でのオンライン対戦の他にも PVPVE モードを楽しむことも可能となっているので、高速メカアクションゲームが好きな方はぜひ触ってみてはいかがでしょうか。
そしてこちらはゲームパスの情報ではありませんが、Xbox 360のパーフェクトカタログの発売が決定しました。7月28日発売、定価2750円です。こちらはゲームソフトではなく大判の書籍ですね。Xbox 360のハードと国内流通版のパッケージ、そして Xbox ライブアーケードのタイトルを収録したカタログ本になるとのことです。昨年にも初代 Xbox のパーフェクトカタログが発売されましたね。このパーフェクトカタログシリーズは様々なハード別に出版されていて、私はゲームキューブとかゲームボーイアドバンスとかたまに読み返してめちゃくちゃ懐かしんでいます。当時からの360ユーザーならこの作品遊んだなーって過去を振り返りながら読むことができますし、当時を知らない人でも年間を通してみて360ってこの時期が盛り上がっていたんだなーって知ることができると思います。360の国内パッケージ版だと2005年から始まって2015年のライズ・オブ・ザ・トゥームレイダーとかブラックオプス3あたりが最後かな。およそ10年の歴史がまとめて見れるのは楽しみですし、ライブアーケードの作品が収録されるのもありがたいですね。ゲームの資料としても個人的には結構好きな本なので、今回360のカタログが出版されるのはとっても嬉しいです。動画の概要欄に Amazon の商品ページを貼っておきますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。ここからは7月15日をもってゲームパスから外れるタイトルをご紹介します。マフィアディフィニティブエディション、追加から11ヶ月で終了となります。2020年に発売されたマフィア1作目のフルリメイク作となります。現代のオープンワールド作品のように膨大な寄り道要素を楽しむという作品ではなく、基本的には車で目的地まで移動し、イベントや戦闘が発生し、また移動するといった流れのメインストーリーを楽しむ形となります。メインストーリーのボリュームはかなり抑えめなので、気になる方は触ってみてはいかがでしょうか。私のプレイでクリアまで10時間でした。カリストプロトコル、追加から1年1ヶ月で終了です。デッドスペースの制作者によって作られたサバイバルホラーゲームです。国内ではグロすぎて発売中止となったタイトルなので、海外ストアでのみ配信されていますが、日本語には対応しています。パッと見の印象や UI などはデッドスペース感満載ですが、ゲーム性はというと非なるもので、遠距離武器をメインに TPS 戦闘を楽しめたデッドスペースとは違い、本作では近接武器による打撃戦がメインとなっています。常にアイテム管理に追われ続け、デッドスペースのような敵を倒す爽快感はありませんが、黒いゲームを遊びたいという方にはおすすめです。私のプレイでクリアまで10時間くらいでした。フロック、追加から1年で終了です。羊飼いとして空を飛び回りながら不思議な生き物たちを集めていくアクションゲームです。中には近づくと隠れてしまったり、逃げ足が速かったりするような種類もいて、特徴は様々。そんな不思議な生き物たちを見つけて飼いならし、仲間にしていくといった作品です。私のプレイでクリアまで6時間でした。結構爽快に飛び回れて程よいボリュームで遊びやすい作品でしたので、気になる方はぜひ。マジカルデリカシー、追加から1年で終了です。駆け出しの魔女フローラとなり、賑やかな街の中を探索しながら人々のために料理を作っていく横スクロールアクションアドベンチャーゲームです。本作ではレシピ通りに料理やお茶やお菓子、飛薬などを作って店で売ったり配達したりできる他にも、アレンジを行ってオリジナルレシピを作り出すことも可能。料理に使うツールの配置をカスタマイズして自分好みのキッチンで料理を楽しむことができます。日夜、こちらも追加から1年で終了です。動物や物に憑依できる少女チアとなって美しい世界を探索していくオープンワールドアドベンチャーゲーム。南太平洋の島国ニューカレドニアを舞台に美しいビーチや見晴らしのいい岩山、マングローブ林が広がる湿地帯などを自由に駆け回ったり、ココナッツの葉で編んだグライダーで山頂から舞い降りたりなど爽快なアクションを楽しむことができます。ザ・ケース・オブ・ザ・ゴールデン・アイドル。こちらも追加から1年で終了です。今回外れる中で一番のおすすめ作品となります。18世紀の探偵となり、40年にわたる12の不可解な死に隠された真実に迫っていく探偵ゲーム。
複雑に絡み合う物語に入り込み、殺人犯を突き止め、その歪んだ動機を暴いていくといった作品となっています。コンパクトながらに非常に完成度が高く、リアルにメモ帳に書きながら謎を解いていくのがすごく楽しかったです。見た目で敬遠している方にもぜひ試してみてほしいです。私のプレイでクリアまで7時間でした。ということで今回は7月前半に新たにゲームパスに追加されるタイトルと7月15日をもって外れるタイトルをご紹介しました。私のチャンネルでは今後も Xbox の最新情報や製品紹介、レビューを行っていきます。よかったらチャンネル登録と高評価していただけるとすごく嬉しいです。X の方でも情報発信しているのでフォローしてね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。